にちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。こんくらいだよね、いつもね。こんにちは。今回は、なんと、新プロジェクト始動ということで、実は、前にね、1台目として作ったハイエースを手放してるんですよね、私たちね。ね、しゅんくん。もうね、実は手放して1年くらいになるのかな。で、手放した理由としては、ちょっと私たちには使いにくかったっていうところがあって、いろんなね、駐車場に入りにくいとかね、ちょっと使う機会があまりなかったっていうことで、手放すっていう選択をしました。作ったはいいものの、他のことが忙しくなってしまって、ほとんど車中泊にも行けず、なんか作っただけで終わってしまったみたいな感じで、なんか使わないけど、あるみたいな状態だったので、まあちょっとね、泣く泣く手放すという決断に至りました。まあ知ってる人は知ってるんですけど、まああるね、YouTuber さんが今使ってますっていうことが、分かっているんですけど、まあそういう話があったというので、私たちは私たちで車屋さんに売って、その YouTuber さんは別の車屋さんから多分別のなのかわかんないけど、そこら辺のね、流れはわかんないんですけど、ね、直接じゃなくてね、車屋さんを介してなので、詳しい話はちょっとよくわからないっていうところですね。視聴者さんに教えてもらったんだよね。そう。視聴者さんから誰々さんが乗ってますよ、みたいなのが来て、私たちは全くそんなの知らなかったから、そうなんだっていうので、びっくりしてね。ということで、私たちは新しい古い車を手に入れました。なので、今回そちらの車体紹介をしていきたいと思います。ちょっとね、癖のある車だよね。ということで、今回、前回のね、反省を踏まえて、前はね、大きすぎたっていうところだったから、今回はじゃあ逆に小さくしてみようっていう小さくしてみようっていうことで、なんと軽自動車のハイゼットカーゴにしました。そうだね、これ一応ハイルーフっていうもので、天井が何センチあるんですか、先生？1300くらいじゃない？結構あると。まあ私が160センチなんですけど、立って、まあちゃんと立てないけど、かがむ？中腰？そうだね。軽自動車にしてはかなり広いんじゃないかな。で、結構ね、工具を積んだりとか、木材積んだりとかもあるから、まあ仕事用としても使えるし、まあ私たちは自分たちで内装も多少ちょっといじってっていうのも考えているので、まあ今ね、ハゲハゲの状態で買ってきましたっていう感じです。良くも悪くも普通っていう。じゃあ、まずは外の外装から見ていきましょう。ちゃちゃっといきましょう。行きましょう。外装は何の変哲もないこんな感じです。白ですね。別に色は選んでません。で、こういうハイゼットカーゴで、まあ、このまま車内行きましょう。特に、何の変哲もない普通の車です。ちょっとね、雪があるからあれだけど、私より高いよね。って感じです。雪が落ちましたね。で、中、後ろから行くか。いらっしゃいませ。開けます。見ての通り何の変哲もない。はい。後ろも何の変哲もない。ちょっとね、ここのね、ちょっとチャッチめの椅子と、中はもうほぼ剥げてるっていう状態で、下はフラットですね。いや、でもさ、2列目があってこんなにあるから結構広いよね、荷室は。で、これも、畳んだらフラットになるっていう仕様なので、かなり荷物は詰めます。で、ここのピンを外して、これだけで畳めます。で、この畳めるだけじゃなくて、ここまで行くっていう仕様なので、ここまでバーンって荷室になるっていう広さ。私でもできる。なんかここの長さで言うと、厳密にはね、わかんないけど、ハイエースの2列目の後ろからの長さがあるらしいです。高さはやっぱりね、ちょっとちっちゃいけど、10センチくらいでも。10センチぐらいしか変わんないらしいので、まあ荷物積むにはとてもいいのではないかということで、この車にしました。一応今助手席はね、寒いんであれついてる。ここまですると、ここまでが190になるらしいです。なので、かなり長いね。なります？それで何センチですか？195センチです。まあ190はあるという感じです。ガブリアスと大谷選手はちょっとね、かがんでもらえれば入る。何の話？で、次、運転席来てください。運転席に乗ってきましたよと。一つ、この車の癖ポイント1。自動じゃない。回す、このね、開閉式の窓。
車中泊としては電気を使わずにこう窓の開閉ができるっていうのは一つねいいかもしれないけど、普段使いにはまあマイナスとは言わないけどちょっと癖っていうところ。癖ポイント2、マニュアル車っていう癖かな。なのでこの車はほとんど電装がついておらず、サイドミラーも手動だし窓も手動だしっていうところですよね。最低グレードのものというか、まあすでにドレスダウンされてるものというか、これより下にはいけないっていう車です。あとはフィルム後ろの席とか貼ってあると思うんですけど、それすらもないっていう。なのでもうそこから今回始めていきます。なのでこの車のまとめとしては、荷物はすごい積めるし、私たちの用途には合ってると。もちろん車中泊もできるし、190ね。190も使わないけど、マックスにしたら190にもなるし、このフラットになるから、そこら辺の使い勝手もいいと。この助手席もね、ここまでペターンってなるから。あとは、ハイエース乗ってて思ったんですけど、助手席がこっちの方が広いっていうね。それはあったよね。このスライドもあるし。最低限のところから DIY していくっていうプロジェクトをここから始めたいと思います。そう今回はこの車は主にしゅんくんが仕事で使う。ただたまに私とどっか行くっていう時はこの車で1泊くらいはできるみたいな内装にしたいなと思っているので、まだどんな内装にするかは、詳しく決めてないんですけど、ちょこちょこね、今回はがっつりっていうよりもちょこちょこ変えていくっていうイメージです。このね車はね、もうしゅんくんのおもちゃみたいなもんだからね、新しいおもちゃを手に入れたと。で車は仕事にも使うし遊びにも使うしっていう車にしていきたいなっていう予定です。もうほぼ選択肢がなかったんだよね。そうだね。立つみたいっていう。そうだからハイエースか日産のキャラバンかっていう2択で考えてたんだけど、またハイエースを買うっていうのがいらねえな。手放しちゃってから忙しくなったから、なんかちょっとタイミング間違えたなっていうのはあったんだよね。ただハイエースがね、さらに高くなっちゃったから、なんかそこまでいるかっていうので、なんかステップを踏んでまたハイエースを目指して、こうまずは軽自動車で様子を見て、タイミングが来たらまたハイエースをお迎えするっていうのはどうかって言ったら、意外といいっていうところなんだよね。むしろいいまで。ちょっと気に入ってるもんね。なのでこれをまたね、よりねお気に入りの車体にするために今後 DIY 動画また続々と出していくので、まずはフィルム貼りからなんですけど、そういうね最低限のところから DIY 動画続々上げていくので、気になる方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。Damn,